今日は一日だらけちゃってました。ブンブンカーカーブンカーです。今日は久しぶりにプロッターの選び方シリーズから、ナローのメリット、デメリットについてお話しします。よければ最後までご視聴ください。これまでプロッターの選び方シリーズでは、バイブル、英語、ミニ録、M5 の王道4サイズを取り扱ってきました。今回からはシステム手帳の王道サイズ以外のサイズのメリット、デメリットについてお話をしていきます。王道サイズ以外のサイズ第1弾としてナローサイズのメリットデメリットをお伝えするんですが、まずナローサイズってどんなサイズなのかお話をしておきます。縦が18センチ、横が 10.5 センチです。縦のサイズはバイブルサイズと同じです。これがバイブルサイズなんですが、バイブルサイズと同じ長さをしています。横幅についてなんですが、横幅はミニ6と同じです。これがミニ6サイズなんですが、ミニ6とナロー同じ横幅をしています。改めて縦がバイブル、横がミニ6と同じ長さをしているのが今回紹介するナローサイズの手帳です。呼び方としてはナローで浸透していますが、HB×W 英語みたいに HB×W ミニ6って言った方がサイズ感のイメージはつかみやすいかもしれません。寸法としてはそんな感じですが、物で例えると長財布と同じぐらいのサイズ感です。長財布ユーザーにとっては馴染みやすいサイズ感かなと思います。ナローサイズの概要をお話ししたところで、メリット、デメリットについてお話ししますが、これはあくまでも私が思うメリット、デメリットです。まずメリット1つ目。ナローはまず見た目がいいです。すごくスタイリッシュです。バイブルサイズって縦もありますが、横幅もちょっとナローサイズより広いんですね。なのでそれなりにぽってりとした感じのサイズ感なんですが、ナローは縦はバイブルと同じなのに横幅が短い分スリムです。細長い体型なんですよ。バイブルサイズを携帯する方も多いと思いますが、バイブルサイズよりも横幅がスリムな分、より携帯性に優れています。当然ミニ6よりも高さがあって筆記面積も大きいので、いろいろ書けます。携帯性も重視しつつ、ある程度筆記面積も確保したいっていう方にはバランスが取れたサイズ感かもしれません。メリット2つ目に関しては、バイブルサイズと同じピッチだということです。バイブルサイズのメリット、デメリットのところでお話ししたんですけれども、やっぱりシステム手帳の王道はバイブルサイズです。バイブルサイズが一番本体の種類も多いし、リフィルも多い。システム手帳ってサイズによって穴のピッチとかが違ったりするので、違うサイズの行き来とかがなかなか難しかったりするんですけれども、バイブルで書いたことをナローに、ナローで書いたことをバイブルにっていうこの互換性とかは比較的取りやすいんじゃないかなと思います。システム手帳が楽しくなってくると自分でリフィルを作ったり、なんか家にある紙物とかを穴開けて閉じたりしたくなるんですけれども、バイブルサイズの穴開けパンチを持ってればナローにも使えますので、この感じがいいですよね。そしてナローのメリット3つ目ですが、横向き使いとの相性の良さという点です。ナローは横向き使いで使われる方も結構多い手帳です。広げた時にちょっと正方形みたいな感じになるんですよね。私は基本的にプロッターのウィークリーを入れて5行日記として使っちゃってるんで、あまり実践してないんですけれども、ナローってバイブルよりも横幅が狭いので、文字を書いていると改行の頻度が結構増えちゃうんですよね。でも横で使っていれば結構横に長く文字を書くことができます。なので横向き使いとの相性がとてもいい手帳かなと思います。大抵のシステム手帳ってやっぱこう縦で使う感じがありますけれども、ナローを持つことでこういう横向き使いの楽しさっていうのも発見できるかもしれません。ナローのこの横幅、ミニ6の横幅って言えばいいですかね。このサイズ感、私は手が小さいんですけれども、このミニ6の横幅のサイズ感ってすごくいいんですよ。何がいいかっていうと、片手でこうやって持てるんですよ。こうやって簡単に持つことができる、掴むことができるのがナローサイズなんですよ。これがバイブルサイズになってしまうとちょっと大きくって、こうやって掴むときに結構しんどいんですよ。こんな感じ。頑張って持つっていう感じで持ちにくいんですよね。持ち方によってうまくフィットしない感じ。そして指に結構力が加わるんですけど、ナローだとさって持てるんですよ。このスムーズさっていうのもすごくいいなと思ってます。例えばナローをこう持って横向きで使う場合でも手に収まりがいいのはやっぱナローなんですよね。バイブルサイズを横向きで持った時ってこんな感じ。結構やっぱしっかり握ってあげないと落ちちゃうかなみたいな不安とかがあるんですけれども、ナローはこうさって持てる。割とホールド感があって安心して持てます。
これは私の手のサイズの問題かもしれませんが、私のように手が大きくない人でも扱いやすいのはナローだと思います。今のところ私はこのリス使用ワインのナローと、あとはリフィルメモパッドカバーのナローしか持ってないんですけれども、今年はもう一冊ナロー欲しいななんて思ってるところです。今、ナローのメリットについてお話ししたんですが、今度はデメリットについてお話しします。まずは種類が少ないってことですね。最初にお話ししましたが、今回からシステム手帳の定番じゃないサイズについてお話をしています。ナローサイズってノックスプロッターが作り出した独自のサイズなんですね。なので他のシステム手帳、例えばバイブルだったり英語だったりとかはいろんなメーカーさんが出してます。多少のサイズの前後差とかはありますけれども、バイブル、英語って感じでしっかりと打ち出されているので、いろんなメーカーさんの本体やリフィルをいろいろ比較して楽しむことができるんですけれども、メジャーなシステム手帳メーカーでいくとノックスプロッターしか基本ナロー出ませんし、他社さんで唯一出すのがアシュフォードさんですね。アシュフォードさんがシステム手帳サロンの時に出してる、そんな感じですね。アシュフォードさんナローの本体出すんですけれども、ナローのリフィルは出ないんですよ。だから基本的にリフィルはノックスプロッターに限られちゃうかなっていうところですね。ノックスプロッターのリフィルの中でこれだっていうのが見つからないとちょっと大変かもしれません。重要な日付リフィル系はノックスプロッターで探すしかないかなっていう感じです。あとはメモの部分になると思いますが、この辺はちょっと工夫次第でいろいろできるかなと思います。まず一つ目に一筆線との相性がいいので、一筆線をいろいろ買って試してみるっていうのもいいと思います。それから先ほどお話ししたようにバイブルサイズとナローサイズはリング径一緒です。リングのピッチが同じなので、こういったのが気にならなければナローにバイブルのリフィルを挟むっていうのもありですし、ナローとバイブルって1センチぐらいの幅の違いがあるんですけれども、このはみ出てしまうこの1センチ分ぐらいをカットしてバイブルのリフィルを使うっていうのもありかなと思います。これプロッターの50年で登場したリフィルなんですけれども、このリフィルですね、このリングの方にはオレンジの枠線がないんですよ。なので私はこのオレンジのところを切り落としちゃってナローで使ったりします。実際に切り落としたのがこんな感じなんですけれども、ここにそういうフレームがあったっていうのを気づかないと思います。なので違和感なく使えるものもあるので、この辺はうまくバイブルサイズのリフィルを活用してみるのもいいのかなと思います。そしてデメリット2つ目なんですけれども、プロッター取扱店舗の中でもナローを置いているお店がちょっと少ないと感じてます。いろんなプロッター取扱店見てきましたが、もちろんフルラインナップバンって揃えてるお店もたくさんありますし、中にはサイズを絞って置いてあるお店もあります。例えば英語とバイブルだけだったり M5 とバイブルだけとか、そういう風にサイズを絞って置いてるお店もあるんですね。サイズを絞ってるようなお店ですとナローが置いてある確率がちょっと低いのかなっていう風に感じてます。私は別にプロッターの中の人でもないし、プロッター取扱店全部回ったわけじゃないので、正直その辺はわからないんですけれども、肌感としてそういう風に感じてます。プロッター本革製の手帳ですので結構個体差があるんですよ。シュリンクとかは比較的個体差少ないかなと思うんですけれども、プエブロリス仕様とかってこの虎の出方とか結構同じ革でも色が全然ちょっと違うなとか、同じ色でも薄いのがあったり濃いのがあったり、あと革の張り感がちょっと違うなっていうのがあったり、虎模様の出方だったりとか、いろいろと違いがあったりするんですよ。なので店頭で自分のお気に入りの一冊、運命の子、これだっていうことをご対面するっていうのも楽しいと思うんですけれども、ナローに関してはちょっと大変なのかなと思います。東京は店舗たくさんありますので全然大丈夫なんですけれども、自分の住んでる県にプロッター取扱店1店舗しかない、2店舗しかないとか、車で何時間かかっていく近くの店舗がもしかしたらナローがないっていう可能性とかもあります。なのでナローの実物を見て購入するってちょっとハードルが高いかもしれません。その点ご注意ください。そしてプロッターっていろいろと限定もの出てくると思うんですけれども、限定の中でナローが入ってくる率はちょっと少ないかもしれません。特にカスタムレザーバインダーですね。カスタムレザーバインダーでナローが出てくる可能性、ナローが出てくる頻度ってそう多くないですね。システム手帳サロンとかですと割とフルサイズで出してくれるんですけれども、例えばプロッターポップアップのカスタムレザーバインダーでナローが出てくる頻度ってそんなに高くないです。去年の名古屋のポップアップで開催されたアラスカのカスタムレザーバインダーの時は確かナローがあったと思うんですけれども、あれくらいかな。
っていう感じですし、この間新しく出たクロスランドさんの紅プロッターにもナローがありませんでした。なのでプロッターの限定ものの時にナローが出てくる可能性は他よりもちょっと低いかもって思ってた方がいいのかなと思います。カスタムレザーバインダーも毎回サイズ変わったりしますけれども、ナローが出てくる率はかなり低いんじゃないかなと思います。プロッターさんも多分今の推しのサイズとかがあって、ナローを押すときは押してくるんだと思うんですけれども、ナローがまだポピュラーではないので、どうしてもそうなっちゃうのかもしれませんね。ただ、プロッターのリフィルの種類で言うと、ナローはちゃんと揃ってるんですよ。他社さんからリフィルが基本的に出てないだけであって、プロッターで言えば、ナローのリフィルってフル展開してるはずなんですよね。バイブルで出してるようなリフィルは基本的にナローにもあるんですよ。ストレージとかもちゃんとナローあります。逆に王道で紹介した M5 のリフィルってプロッターではまだそんなに多く出てないんですよ。実はメモリフィルで言うと M5 の方がプロッターのリフィルは少ないんですよ。そういったところもありますし、なのでプロッターのリフィルが気に入ったらナロー全然使えるかなと思います。もしノックスプロッターのリフィルじゃないやつが欲しいとかってなってしまうと、ちょっとナローを持つハードルって上がっちゃうと思うんですけれども、ノックスプロッターのデザインとか気に入ってればナローを使えると思います。まずは店頭でぜひナローとバイブルとか触り比べていろいろ確かめてみてもらえればと思います。では今日はこの辺で終わります。また次の投稿をお楽しみに。